どうも、マルです。今回はですね、こちらのリッツ・カールトンクアラルンプールに泊まりに来ました。外観はこのようになっております。こちらちなみにパビリオンの近くですね。パビリオンは、日本でいう銀座みたいなところですかね。高級ブランド街、高級ブランドショップがたくさん入店しているショッピングモールになります。ちなみにこちらのリッツ・カールトンクアラルンプールは世界一安いと言われているクアラルンプールで、僕の予約したレートは500リンギット前後でしたね。500リンギット前後は、日本円にすると約1万3000円前後、1万3000円前後でこちらのリッツ・カールトンに泊まれます。日本だと、東京のリッツ・カールトンだとおそらく7万8万円ぐらいするんじゃないでしょうか、1泊。それに比べたら断然安いですよね、こちらのリッツ・カールトンは。ではリッツ・カールトンのエントランスまで歩いていきたいと思います。こちらエントランス入っていきたいと思います。Thank you。ロビーはこのようになっております。こちらが受付ですね。こちらのデスクは何でしょうか。では今からこちらでチェックインしたいと思います。宿泊棟は別の棟にあるみたいなので、今からそちらに歩いていきたいと思います。このようなエスカレーターを使って2階に上がってから奥に進んでいくみたいです。こちらですかね。ちょっと若干離れてますね、宿泊棟は。今回は12階の部屋にアサインされました。もともとディナー付きの部屋を予約していたのですけど、今朝リッツ・カールトンの方から電話が来て、レストランが急遽使えなくなったということで、ディナーの方をキャンセルされてしまいましたが、代わりにリッツ・カールトンのスパを楽しみたいと思います。そして部屋の方も一番下のランクの部屋を予約していたのですけども、2ランクアップグレードをしてもらいまして、こちらコーナーですね、スイートルームにアップグレードされました。こちらがこの1200のお部屋になります。では早速部屋に入ってみたいと思います。こちらはリビングルームでしょうか。テーブルが2つあって大きいですね。こちらにもワークデスクがあります。こちらの部屋が寝室になってますね。寝室はこのようになっております。ベッドも大きいですね。ベッド前にはこういったテレビもあります。寝室からの景色はどうなってるんでしょうか。寝室からの景色もビルで囲まれてますね。下はおそらくリッツ・カールトンのプールではないでしょうか。後で行きたいと思います。こちらの部屋が何でしょうか。こちらの部屋がクローゼットですかね。クローゼット大きいですね。こちら荷物、バレットの方がもうすでに置いていてくれたみたいです。
クローゼットだけでも大きいですね。こちらにもセキュリティボックスがつけっぱなが置いてありますね。刺繍キットもありますね。バスローブもリッツ・カールトンのロゴがあっておしゃれですね。こちら化粧台ですね。化粧台の中は空っぽですね。こちらのお部屋はバスルーム。バスルームも大きいですね。バスルームは大理石に囲まれてて大きいです。こちら洗面台ですね。このようになっております。こちらリッツ・カールトンで使われているアメニティは、アスプレイというブランドが使われております。おそらく世界中のリッツ・カールトンはアスプレイが使われてますね。こちら何でしょうか。こちらにコットンバー、綿棒などがありますね。で、こちらがバスタブになります。バスタブも大きいですね。大理石に囲まれてて、かなり豪華なバスタブになっております。バスタブ横にシャワーがありますね。ここになっております。シャンプーなどもアスプレイですね。こちらは何でしょうか。こちらトイレですね。トイレがこのようになっております。トイレと浴室は別々の部屋ですね。こちらに体重計があります。こちらの大きなソファーの前にもテレビがあります。こちらにミニバーがあります。ミニバーはビールやジュースなどがありますね。こちらおそらく無料ではないと思います。いや、ソファー大きいですね。こちら大人一人でも寝れるんじゃないかというほどの大きさですね。そのソファーの後ろに、ドアがあります。このドア見ていきましょう。こちらも大理石のバスルーム、トイレですね。大理石のトイレと洗面台があります。いや、豪華ですね。大理石のバスルームと大理石のトイレ、2つずつあります。そしてこのような紙をいただきました。こちらすべて英語ですけども、今残念ながら夕方に行われるターンダウンサービスは一時的にはやってないみたいですね。ではスパまで少し時間があるので、今からリッツ・カールトンのスイミングプールに行ってみたいと思います。じゃあリッツ・カールトン4階がプールになってますね。プールはこのようになっております。今こちらのプールは残念ながら閉鎖中ですが、もう一つあるということなので、今からそのもう一つのプールを行きたいと思います。もう一つのプールはこちらの階段ですね。こちらの階段上がった先にあります。こちらにありましたね。今から行きたいと思います。プール自体はあまり大きくないですけども、プールはこのようになっております。では今からこちらのプールを楽しみたいと思います。
こちらのプール、今人がいなくてほぼ貸し切り状態で気持ちよくスイミングすることができました。ちなみにこちらのスイミングプールからパビリオンと JW マリオットが見えます。 JW マリオットとリッツ・カールトンは同じマリオットグループなので、このように通路でつながってますね。では今からリッツ・カールトンのスパに行きたいと思います。ではリッツ・カールトンのスパ、今まで経験したことがないので楽しみですね。こちらですね、リッツ・カールトンのスパは。こちらがリッツ・カールトンスパの部屋になります。外にはこのようにバスタブとシャワーがありますね。では今からシャワーを浴びてマッサージに備えたいと思います。リッツ・カールトンのスパ気持ちよすぎて、ほぼ寝かけました。いや、今でもまだアロマがちょっと残ってて、ちょっとベタついてますけども、これは成分体にいいということなので、このままキープしておきたいと思います。では今から夜ご飯食べにパビリオン行きたいと思います。残念ながらリッツ・カールトンでは食べれないですけども、今日はリッツ・カールトンからパビリオンまで歩いて5分程度なので、今から向かいます。ではパビリオンに到着いたしました。徒歩5分もかからないですね。3分ぐらい、本当に近いですね。リッツ・カールトンからパビリオンは。パビリオンの地下にあるフードコートにやってまいりました。今日は月曜日ですけども、ご覧のように人少ないですね。ディナーはフードコートの横にあるこちらのお店、ホーミンさんでいただきました。こちらのお店、マレーシアの全国チェーンで主に麺類を扱ってて、その麺類とても美味しかったです。ではこの後少しパビリオンを散歩してからホテルの方に戻りたいと思います。部屋に戻ってまいりました。夕食の後はですね、パビリオンを少し散策いたしましたけども、今日は人が少なかったですね。あと1ヶ月もしないうちにチャイニーズニューイヤー旧正月があるので、パビリオン全体は旧正月のデコレーションがされてました。ではこれから部屋でゆっくりしていきたいと思います。では、おはようございます。今日は、曇りですね。外はこちらビルに囲まれているので、ここからは暗いですけども。では今から朝食に行きたいと思います。朝食会場のライブラリーにやってまいりました。中は、落ち着いた雰囲気のある会場ですね。今回はコロナということもあってブッフェではなかったですけども、アメリカンブレックファスト美味しかったです。会場はライブラリーというところでしたけども、ルームダイニングでも頼めるようで、このようにルームダイニングで済ましている人もいますね。朝食会場、人はあまりなかったですね。これから部屋に戻って、ちょっと休憩してからジムに行きたいと思います。ジムは、リッツ・カールトンの4階、プールとスパと同じフロアにありますね。プールは左手にあります。ジムはこのまままっすぐ行ったところにありますね。こちら受付してからでは入れないので、今から受付してジムに行きたいと思います。
ジムの中はこのようになっております。ジムは結構広いですかね。有酸素運動マシンが右手にずらっと並んでおりますね。そしてこちらにはケーブルマシンでしょうか。この形はあまり見たことありませんね。ヨガボールの横にはパワーラックもありますね。そしてフリーウェイトコーナー、スミスマシンとダンベルも充実してますね。これらはマシンで背中や胸筋、足などが鍛えられます。では今からこちらで運動をしていきたいと思います。ジムの運動終わりました。明日からマレーシアは2度目のロックダウンに入るということで、ジムが使えるかどうかわからないので、今回ハードに30分、40分スミスマシンを使って運動をいたしました。今ちょっと足フラフラですけども、今から部屋に戻ってシャワーを浴びてチェックアウトの準備したいと思います。チェックアウト終わったので、こちらで総括をしたいと思います。世界一安いと言われているリッツ・カールトン・カラルンプールは他のリッツ・カールトンと変わらぬサービスでお得に5つ星の体験ができるところでした。ディナーがキャンセルになって代わりにスパになりましたけども、それでもさすがリッツ・カールトンのおもてなしと僕は感じました。また今回の朝食はビュッフェではなくアラカルト形式でライブラリーというおしゃれなレストランで朝食をいただくことができました。こちらのリッツ・カールトン・カラルンプールはお得に最高級の体験ができる5つ星ホテルに泊まりたい人にも、マレーシアの銀座パビリオン近くに泊まりたい人にもぜひお勧めできるホテルです。今回のリッツ・カールトン・カラルンプール以上になります。では。